かわいいとこあるやないの。お、あ、なるほど。アルエットとオルロか。で、結局ここで、埋葬と討伐人。ここで、あれか、聞くんやな、話を。自習の時間が終わるや否や、アルエットは、霊山軌道へと向かった。今日の一般クラスの授業は校舎ではなく霊山軌道で行われていると聞いたからだ。あれでも、両開きの扉から吐き出されてくる一般クラスの生徒たちがアルエットの存在に気づいて思い思いの反応をする。警戒心をあらわにして睨む者、友人と囁き合う者、嘲笑する者。最も多かったのは見ていないかのように目をそらし無表情のまま立ち去る者だ。アルエットとしても無視されるのが最もありがたい。それはそれとして生徒の群れの中に目当てを見出す。見出せずアルエットは静まり返った廊下で首をかしげた。見逃してしまったのだろうか。焦りながらその場を離れようとした肩をトントンと叩かれる。後ろを振り向くと特徴的な白黒の髪が視界に入った。オルラ、待ちかねていたって感じね。話の続きが聞きたかったのかしら。アルエットは慎重にオルロの様子を伺った。いつも通りの応用とした表情、淡々とした口調で話の続きへの抵抗感はないように見える。埋葬の話は他の人にとっても辛い話かもしれないというキャナリーのことを受けての、観察だったが、これなら聞き出しても問題ないだろうとアルエットはうなずいた。ええ、そうね。よかったら聞かせて。とは言っても、あれから少しだけ教えてもらえたんだけど、埋葬というのは重い処罰のこと。それに値する罪が具体的に何なのかはわからないけど、その菌に触れてしまうと、何らかの異常が体に現れる。ええ、その通りよ。オルロは端的に肯定して記憶を遡るように目を伏せた。ある朝、来賛日でもないのに急に呼び集められるの。埋葬の対象者が出たからみんなで見送ろうって。来賛軌道に赴くと、大いなる乙女像の前に棺が置いてあるのよ。その中には変わり果てた姿の生徒が横たえられているの。大抵その体はボロボロで、肌に開いた穴から黒く変色した植物のつるが伸びて断ち切られているわ。植物のつる？アルエットは意味を取りかねてオウム返しにする。言葉をままに想像しようと試みるが、あまりに非現実的すぎてうまくいかない。ただ、そう。それは体の奥深くに潜む悪しき種が発芽し、体内にはびこり、ついに皮膚を食い破った後、肉体に現れる重罪の証なのよ。オルロの説明を聞くうちに脳裏に蘇った光景がある。昨晩遭遇した二人の少女の変貌。それは全身の皮膚を食い破ってツタが生え、クレマチスの鈴なりに咲かせた姿だった。あれは何かの罪による開花だったのか。アルエットはぞっとして両腕で自らを抱きしめた。自分の肉体が得体の知れない植物に侵食されつつある。
無力な苗床のように思えてくる。そんな、体の中から植物が生えてくるなんて、来産騎士の悪しき種は比喩じゃないというの？実際に私たちは何人も見送ったわ。比喩だったらあんなことには。あなたもいずれ見ることになるでしょう。その時はせめて怖がらずに蔑まずに見送ってあげて。つまりあのクレマチスの乙女たちはいずれ埋葬される運命ということだ。アルエットの胸中に虚しい問いかけが膨れ上がる。もうどうにもならないのだろうか。元に戻すことはできないのだろうか。オルロに問うても答えは得られないだろう。アルエットは頭を切り替え別の質問を口にする。あなた言っていたわよね。歪んだ花嫁に襲われたという人が何人か埋葬されているって。関連があるかどうかは不明だわ。無事だった子もいるのよ。でも歪んだ花嫁の目的は人を解放することって噂があるんでしょ？それは悪しき種の成長と関係あるんじゃないかしら。仮定として口にしたが、それはアルエットの中ですでに揺るぎない真実だった。なんせ昨晩、歪んだ花嫁が少女たちを変貌させる場面を目撃しているのだ。アルエットの確信めいた口調に対し、オルロは困惑したように眉を潜める。わからないわ。そもそも歪んだ花嫁の存在自体が不確かなんだから。それはそうだけど。噂話に詳しいオルロから歪んだ花嫁の危険性が広まれば、生徒たちの犠牲を減らせるかもしれない。そんな狙いで発した問いだったが、オルロからすれば説得力の薄い話だったろう。口ごもるアルエットに対し、オルロは一歩だけ距離を詰め、声を潜めた。今の話、他の誰かにしたらダメよ。みんな、自分の身にいつか起こるんじゃないかって、怯えながら暮らしているの。わかったわ。あなただって怖いでしょうに。話してくれてありがとう、オルロ。結局アルエットは主張を引っ込めたまま無難に感謝を述べておくことにした。その代わりに、ねえ、もう一つ聞いていい？何かしら。その悪しき種が成長しきってしまった生徒は誰が棺に入れたの？最も気になっていた質問をすることにした。これもまたオルロが答えを知っているとは限らない内容ではあったが、彼女の体内から伸びた鶴は断ち切られているとのことだったけど、それは誰かがしたことなの？自然に滅びたとは考えにくいわ。そうなった生徒を討伐するために誰かが動いているんだと思う。討伐？誰かが？やはりという思いがあった。昨晩開校したルクこそがその討伐人なのではないか。だから彼女は鞭を携えて夜の学園を徘徊していたのではないか。それが誰かを突き止めるつもりはないけど、おそらく特進クラスにいると思っているわ。アルエットは息を飲んでオルロを見、眼差しで説明を求めた。悪しき種の発芽は、おそらく増加と同じ仕組みだもの。それを断ち切るということは、増加術を逆に作用させているんじゃないかしら。なるほどね。増加術を逆に、生えた植物を元素であるエテルに戻しているってこと？そう。そんなこと、
花の蘇生もおぼつかない一般生徒にできるわけがないわ。まあ、今言ったことはすべて私が勝手に想像していることだけど。アルエットは昨晩の記憶を遡る。ルクが討伐人だったとして、その戦いは不利を強いられているように見えた。ムチはツタの攻撃を的確に弾いたが、根絶するには至らず、弾みとはいえアルエットの襲撃を許してしまったのだから。アルエットの名を呼んだルクの切羽詰まった声が蘇り、胸が痛くなる。もし本当に討伐人がいるのだとしたら、さぞかし辛い思いをしているでしょうね。オルロは無自覚だったろうが、不安に取りつかれたアルエットにとってそれは完全に追い打ちだった。人知れず、たった一人で夜の学園を見回って、同級生を次々と手にかけているのだから。それが、たとえ悪しき種に負けた不肖の生徒であっても。そこでオルロは時計を確認すると、晩餐の用意があると言い残して足早に去っていった。アルエットは肝そぞろに別れの挨拶を送ると、無人の廊下にぼんやりと、立ち尽くした。ルク。オルロの言う通りだ。罪によって発芽した生徒を埋葬するために鞭を振るい倒す。学生のノリのためとはいえ、どれほど心を蝕む行いだろう。そんな役目を負いながら、彼女は自分を助けようとしてくれたのか。この学園に来た時、さりげなく手を差し伸べてくれたように。この半月のような横顔が脳裏によぎり、アルエットは胸の痛みに耐えながら彼女を思った。晩餐の支度が整うと、生徒たちは口をつぐんで食前の霊産騎士に備える。しかし、食堂の最奥に立ったアドラーは、霊産騎士の唱和を呼びかける代わりに、こんなことを切り出した。昨晩から、ロネットとレンの姿が見当たらない、との報告を受けました。ロネットとレン、一般クラスの生徒だろう。もちろん、アルエットにとっては知らない名前だ。生徒の失踪ともなれば場がざわついてもおかしくないのに、静寂は保たれたままだった。聞こえるのはせいぜい疲れたような重い吐息のみ。そのため息からは慣れている、失踪の原因を知っている、そんな印象を受けた。と、アルエットはそこでマコーが深く顔をうつむかせていることに気づいた。おさげの向こうに垣間見える頬からすっかり血の気が引いている。もしかしたら失踪した二人を知っているのだろうか。痛ましく思いながら目をそらす。そこでアルエットはまるで脈略のない考えに取りつかれた。まさか。そやな、ヒントはどこにでもあったな。クレマチスの乙女の姿が脳裏に浮かぶ。あれは二人の少女を取り込んだ怪物だった。考えてみれば、昨晩アルエットが気絶した後、ルクが討伐人として務めを完遂していたなら、今朝二人は埋葬されていたはずだ。そうならなかったということは、クレマチスの乙女は未だ討伐されないまま学園のどこかにいるということになる。
昼の時間が平和に過ぎたことを鑑みると、夜を待って再び活動するものなのかもしれない。つまり失踪したという二人はおそらく、二人とも最後に目撃されたのは昨日の晩餐の席とのことです。もし今後見かけることがあったなら、決して近づかないように、声をかけないように、自分の存在を悟られないように、慎重にその場を立ち去ってください。これは、窓から姿を見かけたという場合も同様です。直ちに視線をそらし、それ以上の干渉は避けること。アドラーの言葉はアルエットの胸に刻した疑念を肯定していた。近づいたが最後襲われるのだろう。昨晩のアルエットのように。アルエットの体感はあのツタによる戒めと、力の吸収とを捕食と解釈している。心なしかいつもより重い空気の中、晩餐を済ませる。無言のまま食堂を出て散らばっていく群れの中、アルエットはルクの姿を見つけると小走りに近寄った。ルク、昨晩、私、またあなたに助けられたわよね。また夢の話？断ち切るように問い返してきたルクにアルエットは言葉を失う。予想をしていたものの同時にどこかで期待していたのだ。昨晩のルクの声には確かに自分を案じる響きがあったから。どんな夢を見ようが勝手だけれど、目覚めた後にまでその話を持ち出して余計な時間を使わせないで。迷惑よ。違うわ。もう分かってるのよ。あれは夢なんかじゃないって。アルエットは言い返すと、ルクは一層冷たく目を細める。もし仮に、それが夢ではなかったとして、あなたがどれだけ恐ろしい目に遭っていようと、私が助けることはないわ。湖に落ちた蝶のようなもの。今日の聞き込みでアルエットは昨日の出来事が夢ではないと確信したばかりだった。罪を犯した人間が内なる植物に支配されることも、その末に埋葬されることも知らなかったのだから、あれが自らの頭の中で作り出した幻影であるはずがないと。けれど、ルクの言葉を聞くうちに、その氷のように凍結した瞳に見るうちに、その確信はもろくも崩れ去っていた。これほどまでに冷言で冷徹で、無意を嫌うルクが自分など助けるはずがない。そんな風にルクを捉えることは彼女に対してとても失礼ではないか。自分はルクに特別扱いされたと思い上がりたいあまりにあんな夢を選んだのではないか。そんなつぶやきが頭の中にこたまをする。その説得力の前にそれまでの思考がもろくも溶けて崩れていくのを感じる。残されているのは強い周知だ。うぬぼれに気づかず都合のいい妄想を育て上げたばかりか、こともあろうにそれをルクにぶつけてしまった。あなたの夢の中で勝手に恩人にされている偽物の私にも届くといいのだけど、本物のルクの嘘偽りない言葉がね。ルクがそう言い置いてきびすを返す。もはやアルエットには引き止める気力すらなく、ただ深くうなだれたまま立ち尽くした。ルク。氷の壁に体当たりしたような虚しさに身を震わせる。
そのままアルエットの心は自責と自戒の闇に沈み込んでいくかと思われた。しかし、ほんの一瞬、突風のような速さで脳裏によぎったものがある。それが何であったかはわからない。映像なのか、記憶なのか、言葉なのか。一旦をつかむ間もなく消失してしまった。しかし、その幻のような一瞬がアルエットを復活させた。頭の中のどこか、今は決して焦点の合わない位置に、灯火のように輝かしい何かがあるのを感じた。アルエットはもどかしげに目を細めながらつぶやく。私がプエラリウムに来た理由は、きっと